汝、りんりんごきげんよう、りんです。いつもありがとうございます。6章前編が配信され、ツイステッドワンダーランドの世界に急展開が巻き起こりました。今回は6章前編を読み取っていきたいと思います。監督生が夢を見るシーンは、ディズニーアニメーション映画ヘラクレスより、天界のオリンポスでヘラクレスの誕生を祝うパーティーの場面です。全知全能の神ゼウスから冥界での死者の管理を命じられたハデスは不満を抱えながら日々過ごし、いつかゼウスを打ち倒し、オリンポスを乗っ取る野望を抱いていました。6章はオーバーブロッドに関する情報が飛び交います。学園長とエースとデュースの会話とイデアの発言により、オーバーブロッドについて深まっていきました。イデアの発言からプロローグから登場した化け物はファントムと呼ばれていることが分かりました。オーバーブロッドを引き起こした際はファントムと人物を引き剥がさないと後戻りできなくなるとストーリー全体を通して述べられています。鉱山で遭遇した怪物はファントムであり、オーバーブロッドして後戻りできなくなった、つまり元の姿に戻れないのだと考えられます。そしてブロッドの結晶は魔法石と同じような経緯でできたのではないかと学園長は仮説を立てます。そろそろ彼らが動き出すかもしれませんね、とブロッドの研究をする組織のことも知っているご様子でした。謎深き学園長ですね。鉱山のファントムは白雪姫に登場する小人のような姿をしています。ビルの話から白雪姫モチーフであると考えられるネージュは、5章で登場したドワーフたちと肩を寄せ合って生きてきたことが明らかになりました。もしかしたら、ネージュやドワーフたちとの関係のある人物の慣れの果てかもしれません。しかし、なぜかローンが鉱山のファントムをいち早く連れて行かなかったのか、少々疑問が残ります。グリムを捕獲するよう学園長の指示で寮長が呼び出され、捜索と確保が命じられます。このシーン、赤ちゃんのヘラクレスをハデスの手下であるペインとパニックの2人が捕らえて、ハデスにもらった薬で神の力をなくし、人間界へ落とすシーンに似ていると感じました。はじめは凶暴状態にあるグリムをオルトの制圧によって力のない状態に戻しているようにも見えます。グリムがヘラクレスのポジションになるのでしょうか。共に生活をした監督生と引き離されるグリムは、親元から引き離されてしまったヘラクレスのようにも映ります。突如現れた特殊警備班カローン、通称私森。オルトの解析から装備は STYX シュトゥークス製と判明しました。ギリシャ神話に登場する冥界の川シュトゥクス。シュトゥクスのスペルは実際に STYX です。STYX でシュトゥクスと読みます。STYX。シュラウドテクノロジーへ X ファクターとかですか？ X ファクターは未知の要素や事柄を指し、YE は英語の字を表したりします。あくまでこれは私の思いつきなので、確証ではないです。もしかしたら略称とかじゃないかもしれないですし、でも S はシュラウドであってほしいななんて思っております。ギリシャ神話ではカローン、私森が死者の霊を岸まで運びます。レオナの言及からさまよえる魂を連れて行くから私森と呼ばれるとのこと。その役目の名にふさわしいですね。カローンの話は過去に出している動画でも言及していて、シュラウド兄弟が冥府の番犬、ケルベロスとオルトロスのようであると述べました。嘆きの島の番人がイディアであることがマレウスとリディアの発言からわかります。甘いものが好きで美しい音楽を好むケルベロスの性格は、駄菓子が好きでガケモというアイドルグループを推し、良質な音楽を聴くためにヘッドホンにこだわるイディアの性格から見ても特徴が似ていると思われます。ケルベロスへの甘いお菓子をカローンに渡すとお金、1オロボスの代わりに船に乗せてくれるとも語られており、カローンとケルベロスはとても深く関わりがあります。
シュトゥークスのカローンたちがペンタ班やテトラ班などと言っていますが、おそらくギリシャ語の数字で1班2班という風に分かれているのだと予想できます。ノイ、テトラ、ペンタ、ヘキサ、ヘプタが出てきましたが、テトラは4、ペンタは5、ヘキサは6、ヘプタは7を表しています。ノイは何だろうと思ったんですが、NEU と書くそうで、英語にあたる New、NEW にあたるものです。新しいという意味ですね。もしかしたらノナの9を表しているのかもしれないですが、新しい班と捉えるのか、ノナの9でノイとも言うのかというところですね。そういった意味があるみたいです。そしてここでビルに着目したいのですが、ビルは今回自身が VDC の舞台を台無しにしてしまったと詫びるシーンがあります。ディズニーアニメーション映画ヘラクレスに登場する英雄の指導者フィルは、自身が指導した英雄たちが一番になれず敗北していったことを悔やみ、もう夢は見ないとヘラクレスに語るシーンがあります。ビルも自身が指導したパフォーマーたちが敗北したことを悔やみ、それを語るシーンが6章で見られますが、フィルのシーンと重なると感じました。実はギリシャ神話におけるカローンは、英雄ヘラクレスを生きたまま船に乗せています。ヘラクレスが12の試練の一つとして、冥府の番犬ケルベロスを捕まえにやってきた際に力ずくで負け、仕方なくカローンはヘラクレスを運びました。それをハデスから罰せられ、1年間鎖でつながれてしまいます。というのが神話のお話です。英雄ヘラクレスはゼウスの息子で、ディズニー映画ヘラクレスでは赤ちゃんのヘラクレスをハデスが手下に連れさらうように命じています。そして開発した薬で神の力を奪い人間へと落としました。先ほどグリムがヘラクレスのポジションを取っているのではないかと述べましたが、もしかするとオーバーブロッド経験者で隠された力あるいは脅威が秘められているかもしれない人物、いわゆる人間になっても神の力を秘めているヘラクレスと捉えることもできるかもしれません。経緯は異なるものの、ギリシャ神話のカローンによって運ばれるヘラクレスの構図になっているとも考えられます。その中でビルが主権になって動き、ヘラクレスを指導し鍛え上げたフィルのような立ち回りをしてくれると期待しています。数々と訪れる新展開。オリンポス社をも傘下とするジュピター財閥の存在が明らかになりました。ジュピターはゼウスを表す星でもあります。ギリシャ神話の神ゼウスのローマ神話での名前がジュピターです。ジュピターの象徴は雷でもあり、ゼウスの武器が雷であることにも関連しています。ゼウスはオリンポスを統治する全知全能の神様です。ツイステッドワンダーランドの世界で有名な一流企業であるオリンポス社をも傘下とする権力を持つジュピター財閥。その名前、ジュピターがゼウスから来ているとすれば、オリンポス社の上に立つ存在であることは納得がいきます。ハデスをモチーフとしているであろうシュラード家が分家であるのは、神話におけるハデスとゼウスが兄弟関係にあるためだと思われます。ちなみに、海底油田やレアメタルで財を成したジュピター財閥とビル様から説明がありますが、海底油田は海の神ポセイドン、星の名前だとネプチューンから来ていて、レアメタルは単野の神ヘフォイストス、星の名前だとバルカンから来ていると考えられます。単野とは金属を鍛錬して製品を製造することを指します。ポセイドンとヘフォイストスはオリンポス十二神の神々でもあります。オルトンの雷嫌いですが、ここで一つ仮説を立てます。カローンが発する被験体捕獲用ビームは雷のように痺れるそうです。実際にビームを受けたリドルが痺れると発言し、見た目もビリビリと雷が走るようです。もしかしたら元のオルトはオーバーブロッド経験者であり、被験体となった過去があるのかもしれません。被験体捕獲用ビームのせいで雷にトラウマを抱えていると予想もできそうですね。オルトはアンドロイドではなくヒューマノイドと呼ばれていましたが、
アンドロイドは人造人間を指すのに対して、ヒューマノイドは作られた存在だけではなく、自然発生した人間に似た生物にも用いられる用語です。オルト、イグニファイドギアのボイスなどを聞くと、現時点ではアンドロイドに近い存在なのかなと思ってしまいますが、ヒューマノイドという言葉を使い、星に願いをのストーリーでイデアが言及した性格も継承しての発言が引っかかります。その継承元は一体何なのでしょうか。最後にハデスの格好にも似た衣装で登場したイデア、死者の国の王ハデスとどのように関わってくるのでしょうか。また、被験体と呼ばれていることも気になっています。被験者であれば人間扱いされていますが、被験体は人間扱いされていません。実験対象として研究に参加する人間または動物という意味を持つ被験体。みんな無事でいてほしいです。謎めくシュラウド兄弟、オーバーブロッド。シュトゥークスに囚われた人たちの今後の展開が楽しみです。そうそう。冥府の番犬ケルベロスは、冥界へ降りてくる者は大歓迎して迎え入れてくれますが、冥界から逃げようとする者には容赦なく食らい尽くすとか。カローンに連れて行かれて帰ってきた者はいないと言われていましたね。最後までご視聴ありがとうございます。ナンジリンリン、ごきげんよう。